今日はですね、夜明けのすべてという、映画についてお話ができればと思っております。ちなみに僕は原作を読んで、いないんですけれども、早く読んでみたいと思わせる、そんな映画だったなというふうに思っております。で、ネタバレはしていきますので、まだ知りたくないという方は、この動画をそっと閉じていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。で、この映画は一言で言うと優しい空気、なんでしょうかね。それぐらい優しい人しか、この作品には登場しません。そういう世界は、奇跡みたいな確率でしか存在しないよという人も多いかもしれないんですけども、僕は現実に、あると思っています。というのも、僕もですね、20代後半でこのようなこれに似たような、世界を経験したことがあるからでして、で、それはあんまり長く続かなかったんですけど、2年ぐらいですかね。それにはやっぱりどうにも、ぬるい、世界でありまして、少しでも向上心があるとですね、山添くんが、入社当時に栗田科学に感じていたように、ぬるくて虚しく、感じてしまうんですよね。僕はこんな世界にいてもいいのかっていう感じで。で、僕は、しばらくして、転職することで、その職場を卒業してしまったわけなんですけれども、だけど今も、思い出として、残っていてですね、すごく温かな時代だったなというふうに、なんだか心の拠り所のような、大切な思い出として、心の中にいつまでも残ってる、感じはします。先ほど緩い世界と僕は、言ったんですけれども、その意味をちょっと深掘り、していくとですね、競争のない世界ということかなと思います。だから山添くんの、前職のコンサルタント会社とは対極の世界でして、才能ある人とか、自分に自信がある人はいちゃいけない世界なのかなと思います。それだから山添くんもですね、藤沢さんもですね、幸せそうに働いて、暮らしていけるっていう、世界っていうのはうなずけるものがありますね。2人は、一度社会からドロップアウトした人間なので、そういう緩い社会だからこそ輝けるというのがわかるかなと思います。競争のないほどほどの、緩い、仕事で、だけどやりがいはそれなりにあって、本当に優しい人だけに、囲まれていていると。そういう、栗田科学での仕事や生活っていうのは、山添くんの、人間性を、着実に明るい方向へと変えていったんですね。それは山添くんが、前の会社の上司に、言った、今の会社に残ろうと思いますというような、セリフにですね、確かに現れてるなと思いました。上司の人はですね、その言葉を聞いて、涙ぐんでましたけど、僕も同じようにうるっときてしまいました。この作品の一つのテーマとしてあってですね、登場人物のほとんどが願っていただろう山添くんの、成長がですね、自分の口から語られて、しまうと、誰もが感情が込み上げてくるのを止めることはできないなというふうに思ってます。あとは、この作品で描かれている、山添くんと藤沢さんの関係も素敵だなと思ってます。恋愛関係でもなく、友達関係でもなく、先輩後輩関係っていうわけでもなく、強いて言うなら、同じ心の病に悩む人同士という関係性なのかなと思います。山添くんがパニック障害で、藤沢さんは、PMS という、生理前に現れる、心や体の不調という、そういう、病と。病名こそ違うけど、同じ心の病を抱えていてですね、自分の発作のことは、どうにもならないんですけど、3回に1回くらいだったら藤沢さんのことを助けられると、思うんですよという山添くんのセリフにあるようにですね、お互いの辛さが、分かってくるからこそ、2人は助け合って
生きていくわけです。その関係が絶妙に、いいんですよね。愛おしいんですよ。藤沢さんの少し強引なおせっかいから始まってですね、山添くんの心が、解きほぐれていくとですね、山添くんも藤沢さんの、発作を、事前に止めようと頑張ろうとするという、シーンもなかなか微笑ましいなと思って、いました。で、この作品はですね、何事もなく終わるわけです。藤沢さんと山添くんの関係が発展することもなくですね、藤沢さんの転職によって、一旦は終わりを迎えますし、二人の病気も解放に向かっているっていう、とは思うんですけども、治ったっていう、描写もないと、ドラマチックな、ことは、何も起こらないと。それがすごくナチュラルで自分的にはしっくりきました。現実の世界ってのは大抵こういうもんですから、ドラマチックなことは、都合よく起こらないと。変なタイミングで、変なことは起きたりするんですけども、そういう現実に即した、始末の仕方をしているなと、僕は思いました。この映画について。で、その最後のエンドロールの映像ですね。それを見てるとですね、これはもう昼休みの、栗田科学の、風景を長回ししてましてですね、それがとても牧歌的な風景で、こういう幸せもいいよねと。そんなことが心の底から思える、映像なんですね。社員さんたちがですね、思い思いに、昼休みを過ごしていて、キャッチボールをしていたり、自転車で買い出しに行こうとしていたり、なんともないことをしていたりと、それぞれ各々が自由に過ごしていると。すごく優しい空気感に包まれている映像でしたね。ある意味家族的なコミュニティなのかなと思います。家族までお互いを深くつなぐような関係ではなく、昔の村のような、コミュニティ、そういう緩やかな優しい空気が、心を病んだ人にとってかけがえのない、ものなのかなというふうに思いますね。で、山添くんはですね、栗田科学に、残り続けることによって、そのパニック障害っていうのも、乗り越えつつあるというわけですね。で、藤沢さんも新しい職場、に移るんですけども、その環境がですね、すごく優しい空気感に満ち溢れていることを、祈るばかりというか、そういうふうにあってほしいなっていうふうに、思ってしまいましたね。そんな感じで、夜明けのすべてについて、語りましたという感じです。すごく良かった映画ですね。すごく余韻がいいなっていう、そんなことを感じる映画でした。はい、ありがとうございました。